こんにちは、ゆうかです。今日は久しぶりのキャンプ動画を撮ろうと思ったんですけど、まさかの大雨。でもさっきよりはちょっと止んできたかな。自分でもドン引きするレベルの雨女です。実は今日前からずっと使ってみたかった新しいテントを持ってきたんですよ。なので雨にも負けず風にも負けず楽しんでいきたいと思います。今日は雨天のためギリギリまで車内からお届けしようと思います。私すごい久しぶりのキャンプだからキャンプが大荷物のことを忘れていて、今日はとんでもない荷物の量なんですよ。見てください、こんなになっちゃってます。テントとかいろいろ積んだら車大量になっちゃいました。じゃあちょっと見せてみますか。こんな感じになっていて、クーラーボックスの中には食材が入っていて、このグレーのが机で奥のピンクがテントなんです。でもこれね、普通のテントじゃないんですよ。今日は種も仕掛けもあるテントを持ってきました。じゃあまずは荷物を車から下ろしたいんですけど、傘持ちながらじゃできないので変身します。せーの、じゃーん、雨女の普段着です。イエイ。それじゃあ車から荷物を下ろしていきたいと思います。よいしょ。重たいと重かった。ということでセットができました。これは一応テントになってるんですけど、いつも私ペグ打ったりとか骨組み組み立てたりしてるじゃないですか。今日はそうじゃなくてエアテントって言って空気を入れるタイプのテントにしてみました。いつも結構苦戦しながらテントを出しているんですけど、今日は苦戦しないはず、多分。でこの小さいピンクの方はこのテントの中に置けるクッションです。これもね、空気で膨らむようになっていて大きくなるんですよ。サイズ的にはセミダブルベッドぐらいの大きさになります。エアベッドみたいな感じですね。そして最後このグレーのやつ、これ何でしょうか。あ、言ったか言ったなさっき。今回は全部新しく買ったんですよ。キャンプ最後にしたのは2年前とかなので結構時間が経ってて、今回はね、心機一転新しいものを揃えてみようってことでかなり気合を入れています。それじゃあ早速ですがテントを組み立てていきたいと思います。いつもね、私説明書を読まないというか読めないんですけど、今日も説明書は見ずにいきたいと思います。でもエアテントだから多分空気を入れるところさえ見つかればできるはず。せーの、よいしょ。これね、こう見えて結構重たいんですよ。よいしょ。多分このピンクの部分が屋根とか壁なのかな。でこの部分が床っぽいので、そうなるように一回広げてみたいと思います。ちょっと待って、嫌な音したぞ。ペグ？ペグはないって聞いたっていうか思い込んでたんだけど、ちょっと一回これどけてみます。お、空気入れもありました。多分これでよいしょよいしょって感じで入れていくのかな。これ多分玄関を見つけないと変なところが玄関になっちゃいますよね。玄関どれだろう。あ、ここか。これだ。あった。玄関をあっち側にしたいのでこうですね。うわ、2択外した。せーの、よいしょ。よし、できた。それじゃあ早速テントに空気を入れていきたいんですけど、空気を入れる穴がどこにもない。頑張って探します。
どこだろう。エアテント初めてだから全くわからない。誰か教えて。上？下？どっちだ？下だよね多分。上にあったらね浮いちゃうもんね。空気を入れる穴はどこに開いてる？どこだどこだどこだ。あ、見てください。空気入れのマークが書いてある。お、ここっぽいな。あ、ありました。これ内側についてるんですね。ちょっと空気を入れていく準備をしたいと思います。それじゃあ今日の第一ミッション、空気を入れていきたいと思います。ここにこうしてキュッてはめるだけで。よし、セット完了です。これでひたすら空気を入れていきたいと思います。ちょっと一回やってみよう。入ってる？軽くない？このエアテントの説明には3分ぐらいで完成するって書いてあったんですよ。なので成功すればこのまま大きくなって3分後には完成しているはずです。頑張ります。3分でできるのかなこれ。でもこの手の商品って商品画像めっちゃ綺麗だけど実際組み立ててみたら結構しょぼいみたいなこと多いじゃないですか。今日は正直に言いますよ。辛口レビューしていきます。やばい、疲れた。お、動いてきた。すごい。お、成功しそうな予感。やばい、力が尽きてきた。きつい。ちなみに今3分経過しました。いや、女の子一人じゃ3分は無理ですね。ふう、やばい、これめっちゃきつい。逃げそう。しっかりテントの形を整えてみました。多分これで空気を入れればこうやって上がっていくはず。さっきちょっと形が悪かったんですよね。で気づいちゃったんですけど、ここの柱の部分だけに空気が入っているみたいです。なのでこういう真ん中には別に空気が入るわけじゃなさそうですね。意外と大したことなかった。もう全部入れるんだったらこれもうどれぐらいやんなきゃいけないんだって思ってたんですけど、ここの部分だけだったら意外といけそう。頑張るぞ。よし、上がってきた。ちょっと形を整えてみよう。おお、待って、いきなりテントっぽくなった。こういうことですよね、きっと。こんな力ずくでやっていいのかわかんないけど。なんとか完成できました。イエーイ。でも確かにすごい楽っちゃ楽でした。空気を入れるだけだったので簡単にできました。けど自動の空気入れとかあったらもっと簡単そうだなって思いました。でも私にしては上出来じゃないですか。いつものペグ打ったりするテントと比べたらめちゃくちゃシンプルにできました。それじゃあうち来ますか。ルームツアーしてみたいと思います。じゃーん、私のお家です。ちょっとまだ新居なので家具も何もないんですけど、こんな感じです。一応ね、ここにペグを打つところもあるんですけど、今日は風も吹いてないので絶対倒れないと思うのでここはスキップしちゃいます。ここがうちの玄関です。こんな感じでのれんみたいなのがあるんですけど、今はくるくるって巻いてしまっています。それじゃあ入ってみましょう。おお、結構広い。すごい、全然余裕で寝れそうですね。窓はこんな感じになってるんですけど、こっち側は開けてみました。
すごい、結構外も見えていいんじゃない？反対側も一応開けれるようになってるんですけど、こっちは閉めて片方だけ開けるっていう、おしゃれです。今からここのテントの中にエアベッドを入れていきたいと思います。多分いろいろ物が入ればもっと安定するはずです。エアベッドはこんな感じになってるんですけど、今からさっきみたいにここに空気を入れていきます。これはもう空気入れしてるとこはいっか。さっきいっぱい見ましたもんね、私が頑張って押してるところ。それじゃあエアベッドに変身と、じゃーん、ベッドが完成しました。疲れた。もうこれ膨らますの大変すぎてヘトヘトです。ベッド1回膨らまし終わって蓋を閉めようと思ったら空気がバーンって抜けて2回膨らましました。でも結構良くないですか？色もこのテントとすごいマッチしてるし、大きさも私が足を伸ばして寝れるくらいなんですよ。お、めちゃくちゃいいじゃん。やったね。ベッドができたので次は机を作っていきたいと思います。机は多分すぐできるはず。お、広げてこうかな。よいしょ。こうでよし、机も完成しました。じゃーん、見てください。机の上に料理道具を並べてみたら結構お部屋が充実してきました。もう新居感ないんじゃない？机大きすぎたかなって思ったんですけど、意外とちょうどいいサイズですね。炊飯器とまな板とガスコンロ全部置けるくらい、結構広々使えてめちゃくちゃいいです。それじゃあキャンプの醍醐味、ゆうかずキッチンしていきたいと思います。ここなんですけど、最近私実家に帰っていて地元のキャンプ場なんですよ。掛川にある奈良ここの里っていうところなんですけど、今日は実家からそのまま来たんですけど、お父さんからたくさん野菜をもらったんですよ。なので今日は実家で採れた野菜を使ってお料理していきたいと思います。まずはナス、そして赤パプリカと黄パプリカ、それとトマトって形がちょっといびつで可愛い。でこのね、赤パプリカと黄パプリカは購入しました。別途購入。じゃん、形が悪くて売れないキュウリたちを持ってきました。キュウリもね、今日は使っていきたいと思います。お父さんと一緒にキュウリを収穫したんですけど、お父さんが出来の悪いのはダメだよ、ダメって言いながら捨ててたので、自分のことかと思ってヒヤヒヤしました。あ、玉ねぎもいました。忘れてた。これもうちの畑から出た玉ねぎです。これ一番いいのを選んで持ってきました。お父さんには内緒です。それではゆうかずキッチンスタートです。今日は何を作るか皆さん当ててみてください。この大量の野菜を見ればわかるはずです。あ、ちょっと待って、野菜切る前に最初にご飯炊こうかな。お米は時間がかかるのでお米から炊いていきたいと思います。お米はこの間山梨に行った時に買ったキャンプ用のお米です。これをと今日は1合にしようかな。1合炊いていきます。よし、スタート。いつも車中泊で使ってるポータブル電源はちょっと大きいんですけど、今日はそれとは別にちっちゃいのを一つ持ってきました。炊飯器でお米炊くくらいはへっちゃらです。それじゃあ引き続き切っていきましょう。この奈良ここの里なんですけど、私ちっちゃい頃から何回か来たことあるんですよね。まずは幼稚園の頃にお泊まり保育みたいなのがあったんですけど、みんなでここに泊まった記憶があります。みんなって小さい頃の記憶ってありますか？私ね、2歳ぐらいからあるんですよ。すごくないですか？ちょっと自慢です。玉ねぎはこんな感じで、これ何切りって言うんだろうな、角切りって言うんですかね。カクカクになるような感じで切っていきます。
この食材と作り方を見て皆さん何を作ってるかもうバレちゃってますかね。じゃあ4択クイズ出そっかな。じゃあ丸1カレー、丸2シチュー、丸3八宝菜。八宝菜じゃないか。この材料ってあと何ができるんだろう。いやほぼ答え言っちゃってますね、もうここまで来たら。まあ正解はお楽しみに。ナスもこんな感じでカクカクに切っていきます。前回の車中泊でニジマスのガーリックソテーを作ったんですけど、その時に成功しすぎちゃって私料理できるのがバレ始めちゃってるかもしれない。ちょっとハードル上がってるんですけど、全然期待しないでくださいね。あ、そうそう、奈良この里の話なんですけど、小さい頃に行った以来にも毎年桜祭りが4月か5月に行われるんですよ。それも来てたし、ちょこちょこ来てるんですよね。玉ねぎにこんがり色がついてきたら次はナスを投入していきます。投入。かぼちゃが想像以上に硬くて苦戦してます。おう。よくシンデレラのかぼちゃの馬車とか言うんですけど、確かにこんだけ硬かったら馬車にもできそうですよね。硬い。このエアテント組み立てるよりも大変かもしれない。かぼちゃがなんとか切れました。そしたらかぼちゃを入れて、次はパプリカを切っていきます。あ、かぼちゃと比べたらめちゃくちゃ切りやすい。パプリカは半々にしてちょっともう一品作るので半分は取っておきます。こんな感じで千切りっていうんでしたっけ、線状に切っていきます。そしたらお次はトマト。最近はちょっと諸事情で実家に帰って家の畑を手伝ってるんですけど、結構ね楽しいんですよね。野菜を収穫したりとか、すごい私向いてるかもしれないんですよ。みんな腰が痛くなったりとか、手が痛くなったりするって言うじゃないですか。まだそういう症状は来ていなくて、しかも私何と言っても雨を降らせることができるので、向いてるんですよね。ガチで将来農業やってるかもしれない。私思うんですけど、一人でこうやってご飯使って野菜丸々一つ使うとこんな感じで山盛りになって食べきれなくなりません？私だけかな？私が調整が下手なのかな？動画ではだいたい20分ぐらいになってるんですけど、食べてる時間実際2時間ぐらいあるんですよ。でもそのおかげで夜ぐっすり寝れるんですけどね。大食いなんですけど早食いはできないので本当に時間かかっちゃうんですよね。でも今回のこのエアテント、いつものテントより良くないですか？めっちゃ広くて、これね半分しか使ってないんですよ。もう半分は余ってます。入居者募集しようかな。家賃どうしよう。家賃はそうだな、ここ掛川だったら4万円でお貸ししますけど、私ん家の駐車場だったら8万円にしようかな。入居者待ってます。よし、そんなこんなで野菜のカットができましたなんですけど、ちょっと山盛りすぎるので鍋を移し替えましょう。せーの、ほ、やばい、お、そして軽く炒めたらお水を入れていきます。野菜から水分が出ると思うので水はちょっと少なめに入れていきます。こんぐらいかな、もうちょい。蓋を閉めてあとは待つだけです。そしたら次はお待ちかねのサラダを作っていきたいと思います。きゅうりとパプリカのマリネってやつを作ってみます。
きゅうりは先端を切ってこんな感じで輪切りにしていきます。このきゅうり実は今日の朝収穫したきゅうりなんですよ。取れたてほやほやです。あ、そうそう、これみんな気づいたかな。こんな感じできゅうりの色が違うんですけど、これね品種が違うんですよ。こっちがお父さんが植えたきゅうりなんですけど、こっちお母さんが作ってたんですよ。なんていう品種かまでは分かんないんですけど、生産者も違います。お母さんが実家にいる時はお母さんも畑を手伝ったりするし、あとはお花を植えたりとかもしてますね。結構ね畑が栄えてます。もともとおばあちゃんがやってたんですけど、おばあちゃん今92歳なんですよ。もうさすがにできなくなっちゃったからお父さんとお母さんでやってるんですよね。きゅうりとパプリカのマリネが完成しました。最後にここに味付けをしていきます。まずはオリーブオイル、お酢を少々、そしてポッカレモン少しと、私の大好きなニンニクチューブ、これも少し、そして最後に塩をかけます。こんぐらいかな。よし、味付けが完成しました。めっちゃ夏に食べたら美味しいやつだ。完璧です。じゃーん、おー、野菜が煮込めました。すぐに美味しそうなんですけど、ここからカレールーを入れてもう少し煮込みたいと思います。今日はジャワカレーの辛口にしてみました。これでもう少し煮込みたいと思います。ご飯とカレーが完成しました。ご飯はうまく炊けてるかな。おー、いい感じだ。それじゃあよそっていきましょう。よいしょ。見てください。めちゃくちゃ美味しそうなカレーができました。おー、夏野菜ゴロゴロカレー、うまそう。じゃーん、完成しました。夏野菜カレーときゅうりとパプリカのマリネです。それじゃあいただきます。いや、って言いたいところなんですけど、今日は酔わないレモン堂で乾杯。なんか物足りないな。アルコールがないからちょっと変ってか違和感感じますね。今日はデイキャンプで車で来てるのでさすがに飲まないです。飲んだらパパもクリッパーも失ってしまう。うわー、絶対美味しい。カレー久しぶりに作ったな。めっちゃ美味しい。カレーの甘みとルーのこの辛口の辛さがマッチしていい感じに口が忙しい。実家で採れた玉ねぎも食べてみよう。玉ねぎの味がする。最近は地元に帰ってきてお父さんと一緒にご飯食べたりとか、あと地元の友達と会ったりして遊んだりしてます。結構ね穏やかライフを過ごしてます。でも私全然家事がうまいわけでもないし、お父さん嫌がってないといいなって思うんですよね。いや、嫌がったらどうしようこのお皿全然うまく洗えてないなとか、ちょっとお父さんの気持ちは分かんないんですけど、昨日の夜は友達とご飯食べに行ったんですけど、帰りが夜の10時ぐらいになっちゃったんですよ。お
父さんいつも8時とか9時に寝るからさすがに寝ちゃったかなって思ったんですけど、起きて待っててくれてて、お父さん待っててくれたのって聞いたら、いや待ってたわけじゃないよみたいなツンデレなんだけど、でも笑って言ってたから多分待っててくれたんだろうなと思って、すごい嬉しかったんですよね。やっぱ男心は難しいな。でもちゃんとゴロン来てくれてたんですよ。ツンデレなのかツンツンなのか分かんない。今回はカレールーを辛口にしてみたんですけど、多分トマトのおかげなのかちょっとマイルドになってるんですよね。それがめちゃくちゃ食べやすいです。ごちそうさまでした。全部完食しました。すごくないですか？しっかり食べ尽くしましたよ。やばい、お腹いっぱいすぎる。あれからだいぶ時間が経って、まだ外はちょっと明るいんですけど、こう見えて19時近くになりました。ということでそろそろ片付けをしていきたいんですけど、問題はこのテントですよね。うまく空気を抜けるのかちょっとやってみたいと思います。ここの空気を入れた場所を開けて、ここをひねればいいのかな。ちょっとゆっくり空気を抜いていきます。あ、でもいいですね。待つだけで空気が抜けてる。めっちゃ楽ちんだ。だいぶ抜けてきた。押せるぐらいになってきました。じゃあ私はこの子がうまく倒れるようにサポートしたいと思います。すごい、めっちゃ楽ちん。私ほぼ何もせずに自分で片付いてくれてる。すごい、こんなの初めて。いけいけ、頑張れ。よし、片付けができました。あとは空気を抜けるのを待つだけです。めちゃくちゃ簡単でしたね。今回初めてこのエアテントを使ってみたんですけど、結構使いやすかったです。ちょっとね、若干シワになっちゃったんですけど、伸ばし方は分かんないんですけど、それ以外はほぼ欠点もなく楽しめました。ということで今日は久々のキャンプだったんですけど、地元掛川でこうしてゆっくり過ごせて、カレーも美味しくできて大満足な一日でした。この後は実家に帰るんですけど、お父さんが家で待ってくれてるので、あんまり遅くなりすぎずにすぐに帰りたいと思います。今回このテントを使ってみて思ったのが、半分ぐらい場所が余っちゃったんですよ。もうちょっとスペースを有効活用できそうだったので、またキャンプする時は次はもうちょっとアップグレードして、もっとすごいお家を作ってみたいと思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。間違えた。間違えた。今片付けをしてて気づいたんですけど、見てください。ベッドのこれ自動で空気入れれた。気づかなかった。一生懸命膨らましたのに。